桶狭間古戦場跡。桶狭間の戦いってなんかすごく有名な戦いなんですけれども、史実がまだ分かってないことってたくさんあるらしくて、で今、ここ桶狭間の古戦場公園なんですけど、今ここですね、古戦場で、ただここにもあるんですよね。こっちの方はまた後でちょっと行ってみましょう。今ここに桶狭間山ってあるんですけど、でももうここから見る限り本当に山なんてあったのかなっていう感じですよね。もう開拓されて家ばかりになってしまったんで、ちょっとそっちの桶狭間山の方まで行ってみましょう。今桶狭間山に向かってるところなんですけど、こう見るとやっぱこう結構坂になってるんですね。そうするとやっぱりこう低い山があったんでしょうかね、昔は。ああ、結構坂ですね。あ、ここにありましたね、桶狭間山。全部家になっちゃってますけど、でもこんだけ坂があってまだ上にもこうやって坂になってるってことは、やっぱここはもともと山だったんでしょうね。今もう全然面影がないですけど、なんかもう少しそっち側に行くと今川義元の本陣跡っていうのがあるみたいで、ちょっと今そっちにも行ってみましょう。ありました、ありました。桶狭間山本陣跡、すごいですね。ほんとこれ民家の目の前ですね。鎌ヶ谷、ここで信長隊が今川隊への突撃の機を伺ったところ、今ここ学校になってるんで入れないんですけど、坂があって木を伺ってダーって駆け上って今川のところに襲撃しに行ったと。もう一つの桶狭間の古戦場跡に来てみました。今川義元が襲われ戦死したところと伝えられる。でもそうするとやっぱさっきの場所とちょっと違いますよね。史実はどちらが本当なのか。信長の奇襲によりここで倒れた。でも先ほどの公園のここにも今川義元戦死の地って書いてあるんですよね。ここにもこの看板にもやっぱ書いてありますね。古戦場がどこであったかは5つある。でもこれにはあれですね、さっきの場所が初めの戦い昼頃って書いてあって、こちらが主戦場、今この場所ですね。両方の場所で戦が行われたってことだけは確かなんでしょうね。でもこの看板だとすごい分かりやすいですけど、やっぱ昔ってこういう山すごいいっぱいあったんですよね。もう今はもう開発されて家だとかそういうのがすごく建ってるんで、全然山だったなんてことは分かんないんですけど、小牧長久手の戦いの戦場跡、今は古戦場公園ですね。今ちょうど工事やってて入れないのが残念ですけど、ここで徳川家康と羽柴秀吉が直接戦った、それがもう最初で最後の戦の地だったんですね、ここが。でこれが鍾乳塚、池田恒興の戦死した場所らしいですね、ここが。
これが今小九郎塚か、父親が池田恒興でその長男の戦死した場所ですね。池田恒興は、戦国好きの人なら、名前は知ってるとは思うんですけれども、長男はあんまり知られてないですよね。僕も知らなかったんですけれども、なんでその人物の塚が立ってるのかな。しかしあれですね、ここでその秀吉と家康が初めて戦った地なんですけれども、織田信長が生きていればこの戦いは起こらなかったろうし、本当に信長が本能寺の変で倒れなければ今のこの日本も全く違ったるだろうし、もしかしたら今首都は東京なんですけれども、まだ京都のままだったかもしれないですし、もしかしたら名古屋が首都になっていたのかもしれないですよね。そう考えると、織田信長の存在っていうのがどれだけでかかったのかっていうことと、一つの出来事がこんなに歴史を変えてしまうっていうのは面白いですよね。長篠設楽原の戦いの決戦場跡地ですね。これが馬防柵、織田軍と徳川軍の連合軍と甲斐武田軍が戦った場所ですね。当時のこの戦いっていうのは、その火縄銃が本格的に大量に使われたって言われている戦いで、こうした馬を塞ぐ柵があったことで、武田軍っていうのは武田騎馬隊って言われるほど最強の騎馬隊って言われてたんですけども、この馬防柵があることによって馬が通れないし、当時大量に使われた火縄銃っていうのは日本において初めての戦いだったらしいので、それまでの武田軍の戦い方っていうのはもう通用しない戦いだったんですね。でこの戦いっていうのは織田徳川軍の武将はほとんど失われずに済んだんですけれども、もう武田軍の武将は相次いで失ってしまって、もう武田軍がもう衰退してしまったってことですね。でもこれも武田信玄がもし生きていたらこの戦いっていうのは起きなかったんでしょうね。それだけ武田信玄の力っていうのはやっぱ大きかったのだろうでしょうけれども、その息子の武田勝頼がどうしても父には及ばなかったんでしょうね。鉄砲構え、もうこうやって3段に構えて攻撃の手を緩めなかったんですね。今これが多分復元されたものなんでしょうけど、ここにこうやって隠れてて銃の準備をして、これを撃ったら次の弾のところが撃つって、あちら側の山が武田軍が陣を取っていた山と言われていて、でこちら側に織田軍と向こうに徳川軍が陣を構えていたそうですね。